ミルトンチャンネルです。今日は自作 FRP キャンピングカーの上げ下ろしをするリフトテーブルを作りました。その完成した映像がこちら。今回使用した材料は単管パイプで総額1万5000円ぐらいで安全なリフトテーブルを作れたのでめっちゃ楽しかったです。今回作るリフトテーブルは DIY をめぐる冒険のイルカさんのチャンネルを参考に私のシェルのサイズに合わせて作りました。イルカさんはキャンピングシェルの昇降機を3台も作られている素晴らしいアイデアをお持ちの方で、この他にも便利な機能満載の動画をたくさん出されています。これからキャンピングシェルの昇降機を作られる予定の方はぜひイルカさんのチャンネルもご参考にされてください。今回使った材料はすべてホームセンターで購入しました。単管パイプは1メートル1本650円程度で売られていて気軽に使いやすい材料です。固定金具も1つ200円前後で購入できます。購入した材料は概要欄に載せていますのでどちらも合わせてチェックしてください。まず2メートルの単管パイプと1メートルの単管パイプで長方形を作ります。使うのは90度の直行クランプです。この直行クランプはナットを締め上げるだけで正確に90度が出るのでとても便利なアイテムです。直行クランプを仮止めしたらこの向きに設定をして上から直角に止めていきます。こんな感じにしてあげると綺麗に止まってくれます。このように仮止めしたらこちらを回して同じように直角で止めていきます。これらの単管パイプは1メートルで 2.8kg 程度なので非力な方でも安全に組み上げることができます。で、微妙な長さの単管パイプなんですが1メートルと2メートルのものはすでに切られているものが売っているんですけども、それより短い単管パイプが必要になる場合にホームセンターで切ってもらうか自分で切る必要があります。このパイプカッターというものを Amazon で購入してみたのでこれを使ってカットしてみようと思います。で、70センチの長さのものが欲しいのでこのように2箇所印をつけたんですけれどもマジックでフリーハンドで印をつけてしまうと失敗すると思ったのでポリプロピレンシートをうまくあてがって印をつけていきます。綺麗に線を引けたのでパイプスパッドカッターというものをあてがってここを切っていきます。で、一応このパイプがずれてしまうとすごく切りづらいと思ったのでこのように2箇所クランプで固定しています。で、このパイプカッターの使い方はすごく簡単でここが刃になるんですが刃を緩めたら刃先を確認しながら刃先がちょうどこの線に乗るように設定をしてあげてこれを回していくと単管パイプが切れてくれます。で、少しこのノブを回して刃がパイプに食い込んだなというふうに感じたらゆっくり回してカットしていきます。あ、ずれてる。めっちゃずれてる。ずれてしまうと切れる面が変わって切れなくなってしまうのでもう一回やり直して綺麗にこの部分が合うように設定してもう一度やり直して切り直します。何度か調整しながら回しているときちんと切れる方向になりました。あとはもうこのパイプカッターを回していくだけなのでそういった意味ではとても簡単です。で、緩まってきたらこの部分を少し締めて再度また回して切っていくような感じになります。このパイプカッター音もほとんどしないので騒音問題を気にせずに作業できるのでとてもいい工具だと思います。切れた。結構切り口が綺麗です。断面はこんな感じなんですがこの部分バリがあって結構危険なのでこのパイプカッターについているバリ取りでバリを取っておきます。ストップウォッチでこの単管パイプを切る時間を測っていたんですけども6分7秒でした。まあそこそこ時間かかるんですけども切り口は結構綺麗に切れます。このパイプカッターで単管パイプを切っていくコツなんですけれどもこのように
螺旋状になることがしばしばあります。そういう場合はこのノブをあまり強く締めすぎないで、少し緩めに設定して何度も綺麗にまっすぐになるようにパイプカッターを少しずつ回してまっすぐにラインが出るように切ってあげると意外と綺麗にいきます。こういう風に螺旋状になって失敗してしまっても、このノブを弱めに回したりして、ここが綺麗にラインになるように調整しながら回してあげると何度でもやり直しは効きますので、失敗しても綺麗に切ることも可能です。もう一つのコツとしては、この黒いノブの部分を一気に強く回しすぎないことです。このノブもほんの少し 1,2 ミリ回したら1回転させて、軽くなってきたなと思ったらまた 1,2 ミリ回して軽くなるまで回転するという地味な作業を繰り返すことによって、綺麗に切れますので、それほど難しくない作業だとは思います。これを焦ってこのノブを強く回しすぎてパイプカッターを回転させてしまうと、この刃自体がダメになってしまったりするそうなので、その点は気をつけて焦らずにやると6分から7分ぐらいで切れると思うので、パイプカッターを使うメリットはあると思います。それでもう1点コツがあって、こういったクランプで後ろの方まで含めて固定してあげてないと力がいったりしますので、このようにきっちり固定してあげてこのパイプカッターを回してあげると、それほど力も労力もかからずに切ることができます。切れました。続いてはこの単管パイプをディスクグラインダーで切ってみます。これ高速回転するので結構危ない機械ではあるんですけれども、これをサンウェイのスピードコントローラーを使って速度を遅くして、私が安全だと思えるゆっくりな速度でこれをカットしてみたいと思います。スピードコントローラーで速度調節したので少しゆっくりめで回せるようになっています。何分ぐらいで切れるかも計測しておきます。まだ半分しか切れてないんですけど、すでに5分54秒時間が経ってしまいました。で、このセッティングのままこれを全て切ってしまうことはできないので、一度ひっくり返してこれを回転させて、この残りの半分が切れるような状態にしてカットしていきます。はい、どうにか切ることができました。このディスクグラインダーでこの単管パイプを切るというのは私にとっては怖かったですね。かかった時間なんですけれども12分41秒なので、倍近く単管パイプを切るだけで時間がかかってしまいました。そしてもう一個デメリットがあって、鉄くずがこのように飛び散ってしまうのもディスクグラインダーでカットするデメリットだと思いますね。火花も結構散りますので危ないといえば危ないですし、ここにカーテンがあるので本当は良くないんですけれども、個人的には結構怖かったです。あとこのディスクグラインダーはキックバックという現象が起こって、途中でこうガッガッって後ろに下がるような回転工具系のこのデメリットがあったんですけれども、それも結構個人的には怖かったです。安全面から考えてもディスクグラインダーで切るよりはパイプカッターで切っていった方が時間も早くできますし、安全に作業できると感じました。このように砂鉄状の鉄粉がこのパイプの中に詰まっていきますので、掃除もめんどくさいですし、単管パイプのカットはディスクグラインダー使わない方がいいんじゃないかなと感じました。またディスクグラインダーは結構振動も大きいので、これを長時間使い続けてしまうとちょっと右手が辛くなりそうだなというふうに感じました。で、こちらがディスクグラインダーで切った方で、こちらがパイプカッターで切った方になるんですけども、私の技術不足っていうのがあるんですけども、こんな感じで回してみるとよくわかるんですが、もう切断面的にはもう直線のラインは全く出ていないような感じですね。今回使ったディスクグラインダーの刃は鉄鋼を切る専用なのでそこそこ綺麗に切れるはずなんですが、切り口的にはこんな感じの結果になってしまいました。これに対しこのパイプカッターで切った方はこのように横にずらしても、ほぼほぼラインが出て直線で切れていますので、切断面の綺麗さでもパイプカッターの方が私個人的には好きですね。70センチの単管パイプを4本分取ることができました。これを使ってリフトアップシフターを組み上げていきます。この70センチの単管パイプを自由自在に動く自在クランプで留めていきます。この自在クランプはナットで固定すれば自由な角度でパイプを固定できます。この角度を自由に調整できるというのがとても大切な機能で、今回のリフトアップテーブルはこの金具のおかげで
自由に高さ調整できるようになっています。このリフトアップテーブル、上下合わせてもトータル 25kg 程度なので、それほど苦労することなく作業できます。この柱とこの柱の位置が微妙にずれていて、このように歪んで立っているので、この部分をほんの少しだけこちら側に移動させます。2つの机を利用して、これで仮固定をするような感じで、この部分やこの部分をベンチで増し締めしました。こんな感じで上げ下ろしができるようになります。で、この部分に横に柱を1本通して、これをジャッキで持ち上げられるような仕組みを作ります。これは救急車で使われるストレッチャーの仕組みに少し似ています。ジャッキを固定する横の単管パイプの長さなんですけど、ここからここまでがちょうど良さそうなので、90センチでカットします。90センチの単管パイプを横の柱に取り付けていきます。私が普段から使っているフロアジャッキがそのまま使えるのがめちゃくちゃいいです。下から見てもこんな感じなので、結構いい感じに乗せれるんじゃないかなと思っています。これはジャッキを下ろせばすごく簡単に降りてくれるんで、そういった面ではとても扱いが簡単です。リフトテーブルの横に通す板材をカットします。今回は 2x4 材を自分で切っていますが、ホームセンターで切ってもらう方が楽かもしれません。 2x4 材も1本数百円程度で買えますので、気軽に使うことができます。今回は6本分カットしました。1本130センチにカットした板をリフトテーブルに並べます。 2x4 材の単管パイプとの固定はサドルバンド 40A というものを使って固定していきます。これはこのように U 字型になっていて、この部分を単管パイプを入れて 2x4 材をその上に横に通す形で、この部分でネジ止めをして固定していきます。このサドルバンドの端っこの方は木についているんですが、サドルバンドの内側の方は木についてなくて、これで単管パイプを吊り上げて引っ張っているような状態でここに固定されています。なのでこれをこんな感じで揺らそうとしてもびくともしないぐらいきっちり固定されています。このサドルバンドすごく安くて1つ40円ぐらいの価格なのでめちゃくちゃ安いです。このサドルバンド個人的には気に入りました。このビス止めの作業をするにあたり、この1本のジャッキだけで持ち上げて下に潜り込んでビスを下から打つのは危険かなと思ったので、このように馬をかけて作業することにしました。このようにすれば、仮にこのジャッキを完全に下ろしてしまったとしても、馬があるので落ちてくることもなく安全に作業できます。 2x4 材を12箇所ビス止めします。それぞれの 2x4 材はがっちり固定されています。こうやってかなり強く押しても一切動くことがありません。馬を外してジャッキを下ろしてみると、このぐらいまで低くなります。かなりいい感じです。この 2x4 材がこの金具には一切干渉しないので、こういった点も気に入っています。このリフトアップシステム自体はちょうど1万5000円以内でできるようになっています。こんな感じで指1本分ぐらい隙間があるので、ジャッキも問題なく入れられます。馬をかけて固定しようとしている部分なんですけれども、このジャッキアップした状態がこのキャンピングシェルと同じぐらいの高さにしてしまうと、馬のこの位置がちょっと低くて馬で固定できていません。なのでこの単管パイプを、88センチに切ったものなんですけども、これをこの辺りに固定して、ちょうどこの馬の高さとぴったり合うようにして馬だけで固定できるようにしたいと思います。実はこの横の柱で馬を固定する作戦、
大失敗でした。こんな感じで高さを調整したのでぴったりな位置で馬をかけることができました。でこの感じで馬をかけてうまく固定できると思い込んでいたんですけれども、実はこのやり方致命的な欠陥が発覚しました。それはこのジャッキを下ろしてジャッキを外してしまうと馬だけが残って自立できずに、このようにこのリフターが途中で落ちてしまいます。これだとこのシェルがスライドしてこちら側に落ちてくるのが分かりきっているので、この部分に馬をかけるだけでは安全対策を取ることが不可能です。なのでこの横に通した単管パイプの柱は撤去して、馬をかけたいポイントはこの部分に馬をかけさえすれば問題なく固定できるんですけれども、この部分に馬をかけるにあたってちょっと間に合わせではあるんですが、単管パイプの歯切れと直行クランプを使ってこんな感じで固定しました。馬をかけてもう落ちてこないような状況になっています。なのでジャッキを緩めて本当に落ちてこないか念のためチェックしておきます。ジャッキを取り外した状態でもこの上に乗って多少暴れたりしても全く問題なくリフターがホールドしてくれています。この状態ならこの後ろのキャンピングシェルをこの上に乗せても問題ないと思うので、安全を確保した状態でこのキャンピングシェルを乗せます。軽トラの上からリフト台の上にキャンピングシェルを移しました。しっかり馬もかかった状態できっちりホールドされています。安定してキャンピングシェルを乗せられているので、これで作業効率が上がりそうです。ゆっくりジャッキを下ろしてみます。ジャッキを外した状態でも馬だけできちんとホールドできてくれています。使用にあたっては問題なさそうです。馬2つを外し終えたのでジャッキをゆっくり下ろします。無事下ろせました。地面からの高さは24センチぐらい浮いていることになっています。このリフト台があることによってこの部分に出ているバリを取る作業も簡単になっていきますし、このようなバンクの塗装やこの下地処理をするにしても軽トラの上に乗せていると作業できないので、このリフトアップで自由に高さを調整できるので作業しやすくなって効率も上がると思います。このジャッキのリフトアップ方法、そのままジャッキを固定できる上にこのままリフトアップできるのもすごくやりやすいです。馬をかけて安全対策バッチリにしたので、このキャンピングシェルを再度軽トラの上に乗せます。リフトアップテーブルを折りたたんでちょっと邪魔だったので立てかけて保管することにしました。このように気軽にコンパクトにできるのもメリットです。キャンピングシェルを床に直置きしました。この上で作業してもよかったんですけれども、これからこの床を FRP を使ってこの床全面に板を貼り付けて、この板を補強していかなければいけないんですが、補強する際に床面が浮いたりデコボコしていたりするとこの板の剥がれの原因になるので、今回作ったリフトアップテーブルのこの 2x4 はたわむ可能性があったので、この上で作業することはやめました。で、今後の展開なんですが、この床を一面に貼ってその後に柱を立てたり、この上の部分が少しだけたるんでいます。こういったたるみをなくしていく施工をします。で、これは旅暮らしさんのチャンネルでやられていた方法を参考にさせていただいて施工する予定です。今回このリフト台を作ってみたんですけれども、上げ下ろしはすごいスムーズにできました。このようにリフトアップも安全にできているので、パテを塗ったり塗装をしたりする作業も
かなり効率的にできそうです。こんな感じで私一人で作業しているので、このキャンピングシェルの完成にはまだちょっと時間がかかりますが、なるべく機能的な感じのキャンピングシェルを作りたいと思っていますので、チャンネル登録や高評価で応援してもらえると嬉しいです。